イグラのデジョンです。今回はね、ナビ VS ブームアカデミーというクランですね。ブームアカデミーは世界大会にも出てたクランですね。ウェイ君がいたクランになりますが、メンバーはどうなんだろう。ちょっとなんか違うような雰囲気も。ミヤオみたいな人はいたんで、タップミヤオはなんかその人っぽいね。他はいなかったのかな、どうだろう、わかんないや。16になってメンバー変わってたりとかはするかもしれないですね。ナビが世界大会4位かなで終わった時にね、勝ち上がってったのがこのブームアカデミーですね。で、またクラウスがいなくて、代わりにエンドのが出てたんですけど、そこの部分がジーマに変わってますね。同じく配置担当の方の一人ですが、他のクランではプレイヤーとしても参加してて、今年はどうなんだろう、プレイヤーでもやってんのかなが入ってるので、だいぶクオリティとしても上がったんじゃないかなというところで、早速やっていきましょう。さあ、対戦相手からですね、多分この人が世界大会出てた人かなと思います。61天才、ラバルにルートライダー混ぜ、シューター6時セット。レイジターとマルチ IT タイチクロス。イザード隣置きつつ、こういう使い方するなら、4時の方にユニットを動かすイメージなのかな。迫撃のタゲはそれで間に合うのか。間に合ってないね。ちょっともったいない感じですね。防衛側なんでいいとしましょう。さあ、アイゴレからのバルーンを使いつつ、ルートライダーを使うことでタウンホールに向けてクイーンを穴開けしていくと。このルートライダーいいっすね。穴開けしてくれました。さあ、大きく穴が開いていきつつ、タウンホール起動したんですけど、キングさんが戻ってこない。せっかくね、援軍釣れるルートでやってったんで、キングも内側まで入れていきたいっていう流れでやってったと思うんですけど、アイゴレ止めるフリーズ打つか、クローク打つかですが、ここはクロークでしっかりタウンホールの方が先に打ってくれるターゲットになったので、ここは、クロークで簡単にタウンホール突破しました。これむしろキング入れない方がいいまであるな、この使い方するなら。クイーンの方はね、これで渋いバリューに終わっちゃったのと、シューターの方も、ウィンまで折れたんで、って感じだけど、ルート整備ぐらいで終わっちゃったね、シューターに関しては。ただ、キングでロイヤルチャンピオンも処理ができたので、ヒールを処理する必要がなくなりました。ここからラバルパートスタートです。これかなり、キングがいい仕事してますね。ロイヤルチャンピオンの盾にもなりつつ、一気のラバストライカー。ストライカーは投げる意味ないんだけど、もはや。トーンもかけていきます。レイジイン。で、ヘイストは下のマルチとモノリスの方かけましたね。これほぼ上一択でしょって感じだけど。さらにフリーズ中央部。もうラストですね、これが。投石区画にスケルトン1枚置くことになりそうかな。この辺のターゲットを取るために打っていきつつ、バルーンの数は足りてるし、ロイヤルチャンピオンも足りてますね。ファーストアタック全開スタートです。タウンホール16になれるまでは多分ね、最初の方は8分間のプランニング初手から難しいよって声もあったみたいだけど、慣れてからやっぱ圧倒的攻撃環境なので、自分の好きなスタイルで最初から攻めれるのは強いですね。さあ、ピーカスヒーラー3体のクイヒーホグなのかな。これクロークでヒーラー増やすとかあんのかな。クロークのさ、ヒーラーめっちゃ雑にまばらに生まれてくるから、なかなかあれ戦術に組み込みづらいんだよね。組み込めると強すぎるっていう判断なのかな。キングをくじくかくラフにドカンと入れて金庫殴るとタイチクロスにも、やっぱヒーラー増やす目的で使ってきましたね。ヒーラー3体増えて、ここから、対空砲とか9時の横打ちのヒーラー、ね、クイヒーに対する横打ちがなくなってからヒーラーを付け足すような目的として使ってきました。こういうのすごいありだよね。クイヒーのルート上、もうそんなに火力が高くないので、これは真ん中から一気にレッツゴーする形かな。ポイズンターのターゲットも取りつつ、いいですね。ホーミングチェックも完璧。世界最強の一番手です。
アーチャーターのターゲットがしっかり取れてるので、ウィザード回収。もう一度今度は援軍を釣る目的で投げ込んでいって、リクスケルトンも釣れましたね。多分今投げたところからホグスタートするんじゃないかなって感じなので、事前のホグの罠チェックっていうところもできたかな。でも普通に3時とか上から行く可能性も全然ありそう。なんかどこからでも行けそうだな、もはや。インビジブル、いい形で取りつつ、援軍の方も消えたんですけど、これはキングにターゲットが入ってますね。ポイズンフリーズを最速入れつつ、レイジまで乗っけてホグパートスタートしたいですね。ホグパートは2時から1機のトーム。これはヒーリングトームかなも一緒に入れて。ロイヤルチャンピオンにあとは任せたい感じの動かし方になるから、ホグがだいぶばらけ飛んでますね。シューターの中身でモノリスとかもケアしてほしいんですけど、ガゴか。クイヒーの方は、結構ヒーラーもね、何度も打たれる展開、辛かったんですが、ここは黒く咲いてるので落ちちゃうのは仕方ないですね。外周部まだレイジが一発残ってるので、ロイヤルチャンピオンに付け足しつつ、これは、姿消えるのが強すぎるな。フォックス消えて確認。ロイヤルチャンピオンまだ能力が残ってます。さあ、ブーメランフィニッシュ。ナイス全開。ガーサス。さあ、続けてクイヒールトライダー対戦相手ですね。さあ、ロケバルまで使って、これは突撃艦のためのホーミングチェックにもなりつつ、ちょっと伸びてますね。対地クロス折りつつ、モノリスの方まで綺麗に折れて、反対サイドまで折れちゃいそうだな、これは。イーグルも折って、そのまま余力で対地クロス反対も折れて、ベビドラもいいサイドカット。ちょっとホーミング一発吸っちゃいましたが、この辺の火力施設がもう一気に消し飛びましたね。これはクイヒーめっちゃ楽だな。この火力が相当楽ですね。マルチ IT が、AT が、タウンホール区画入った時に横打ち入るかなぐらいで、ウォールブレーカーここつけていく流れになりそうかな。もしくはここをつけて、なんかより、みたいな寄り道をする方法もありますが、シンプルに進めていくやり方になりそうですね。ウォールブレーカー1枚だけ入れて、まずはここを開けることで、真ん中つきやすくしつつ、第1クロスの方までこれキングで見ていきたいですね。さあ、ウォールブレーカー、レイジそろそろ欲しいので、しっかり貯めてつけていって、この時に、この9時区画の横打ちが一切ないのはすごいいい流れ。スケルトンの呪文を3時置きつつ、キングとオデンゾあたりのね、ターゲットを取ってますね。マルチ IT がかからないところに置くことで最大限仕事をしてくれるというところ。さあ、いいと思う。クイーンの方もタウンホールを打って、相当いいルートですね、これは。バカほど強い。で、まだタウンホール処理が終わってないので、横打ちダメージを避けるためにフリーズも打ちつつ、フリーズがまだ3発あるので、そういったフリーズも全然打っていいという判断ですね。ここですね。ここ打ってきたいフリーズ、レイジまで打って、フリーズ当然かけて、余裕があって他に打つ暇がないので、もう一回同じとこ打っていいですね、これは。ロイヤルチャンピオン、ブーメラン。クイーンクロック入って、ロイちゃん延命に呪文を残したような形になりますが、もはや今、手元にあったところで、みたいなところはあるので、打ってもいいんじゃないかなって感じで。あとはロイヤルチャンピオンは能力使い切ってるので、ロイちゃんの延命にインビジブル、そうですね。リクスケ捕まってる暇はないので、打ってあげつつ、回収ユニットもしっかり3時から回ってて、全開ですね。初手のバックアードがものすごかったですね。突撃艦のバリューがエグすぎて、ウィヒーがめっちゃ楽でしたね。もう勝ち確の突でした。さあ、額。キングを12時置きつつ、スーパーバーバリアンを7体採用していることで、ルートライダー5体とちょっと少なめですね。リクスケも2つ出てきたので、フィスト検討ですね。そうですね。リクスケは美味しい。キングルートにリクスケを置くのダメなんじゃないの？キングテスラ置くの。今までのトラップの置き方しちゃダメだと思うけど、なんかスーパーディガー出てきた。スーパーディガーは単体火力としてキングを溶かす用なのかな？
クイーン多分タウン区画狙ってたと思うんですけど、オールブレーカーもないので、これはインビジブルを使ってリカバリー。入らない。しかもモノリスの射程圏内に入ってしまうという。スケルトンの呪文は置かなくてもターゲットを取ることができてるんだけど、多分それ用に持ってきてたんじゃないかな。わかんないけど。これいいリカバリーですね。完全に1時2時サイドを切ることで、ゴリ押しで戻していこうという流れクイーンをね。もしくは合流しても穴が開くことでタウンホールもある程度視野に入れやすいようなルート作りがこれでできたかなっていうところです。さあ、レイジフリーズかけて、もうルートライダーでタウンホール取れるようなぐらい進んでしまったので、もうそれはもうルートライダーあなたたちで取ってきてくださいというような使い方ですね。ヒーラーはこれはクイーンについちゃってるのか。フリーズに関してはタウンホール打つ必要がないので温存してロイヤルチャンピオンとかクイーンの方の延命に残しましたね。スケルトンの呪文しっかりまだ残してあり、後ろからバルーン対空砲ケア、そうするとベビドラが刺さる。この爪もうまいですね。クイヒーに関しては完全にガン流れてしまったんですけど、すごく落ち着いていたのでリカバリーのみでの全開。これしっかり全開まで普通の余力を持って戻してるのがさすがの額です。さあ、これはインビジブルだけですね。ウィザードかな、中身はウィザードですね。トツウィズですね。トツウィズのスーパーホグとかも古代戦術ですよ、もはや。ルートライダーの方が今はね、圧倒的に適していると言われてますから。おー、タウンホールギリギリ起動しない。そしてしかも援軍全部釣り切っていって、ポイズンターできれば落としたいところでしたが、ギリギリ落とせずというところでした。さあ、ここからどう展開していくんでしょうか。スーパーホグはタウンホールは潰していくのかな。突撃艦はね、タウンホール狙ってないので、ヒーローで取れんのかな、こっから。まあ、ウォールブレーカーも2枚あるんで、マルチ IT のところをつけれるようになったので、ヒーローを落としつつ、イーグルサイドからホグ展開するか、12時側からクイーンを処理するような感じでね、この辺で一気のトームを打っていくかの2択ですが、大量にテスラが出ていって、ちょっとだるいですね、これは。スタフィスト使って戻りつつ、テスラまで、ファインダメージ入んなかった。フランジョ2発で落とせるキング、バグだろ。さあ、キングの方が、やはり上からホグが来たんですけど、タウンホールの方はなかなか処理ができないですね。ポイズンターンのタゲを吸ってくれたのは良好ですが、クイーンはクローク、ジャイアントアローですが、これは不発。全然関係ない方向に逸れていきましたね。ワンチャンホグでタウンホール取ることも考えてたかもしれないですね。クイーンに関しては取れてしまうこともある程度、覚悟の上でプラン組んだか。さあ、フリーズは、ここかな。マルチアッチャータワーを巻き込みつつどこを狙うか。インビジブルはロイちゃん延命のみに使いたいですね。さあ、フォックスがギリギリですが生き残ってくれつつ、フリーズとちょっと被ってしまったところはあるんですが、それでもこれはもうカバーできますね。ディギーが、オーデンについてるディギーが一緒にサポートもしてくれて、残り時間は30秒ちょっと、これも全開ということで、これ15対15の時間勝負とかもワンチャンあんのかな。この環境マジでやばいよね。ちゃんと強いクラン同士でやるとこうなっちゃいますね。ここもしっかりいい全開で、3連全開。昔からトツアチャ好きな人だからな。タウンホール周りは、目の前から行く感じかな、これは。タウンスニゴブか、普通に、まずは。タウンスニゴブ用のものですね。ってなると、タウンホール反対から、フリーズはないんで、横からとかも考えられますね。どういう使い方するかね。まずはスニゴブタウンホールパート。しっかり落とすこと成功していきつつ、ラバハウンドで盾を取りながら投げていきます。これは、マルチアーチャータワーぐらいまで届けばいいなって感じ。ね、厳密に言うとね、そんなあれだったんだけど、カバーできてる範囲ではなかったんですけど、
罠もなかったのでしっかり届きつつ、まあ、ターゲットさえ吸ってくれればって感じだね。ホーミング2個なければ届くっていうあれなので。さあ、これはいい突アチャ決まってますね。バックワードだー。裏までいけるか。惜しい。さあ、クランジョーの方も追われて、HP の高い施設もだいぶ吹っ飛びましたね。こういう戦術こそね、ガーゴイルとかが強いんですけど、まあ、ロイちゃんとかがあれか、ギリかかってるか。ロイちゃん処理したら裏の施設、ガゴだけで無双できちゃいますね。このスーパーバーバリア編成にね、ルートライダーをちょっとだけ混ぜるみたいなのも流行ってて、かなり強いんですよね。穴を開けてくれるので、ウォールブレーカーの、スーパーウォールブレーカーの枠数も温存できるし、まあ、よりこのウォーデンを使い捨てにしてしまうことのデメリットっていうところで、まあ、っていうかどっちかっていうと陸に、このヒーローパートにウォーデンが組み込めることのメリットが多いので、今の突撃艦スパーチャとかそういう系の戦術は、できるだけウォーデン使いたくないですね。このヒーローギアのレイジジェムと相性がいいのでヒーローパートが。これスーパーバーバリアン伸びすぎでしょ。ただバーバリアンプラスストライカーで後ろのヒーローを外周処理していって、もうキングもフィスト残ってる、クイーンも黒く残ってる、ロイヤルチャンピオンもブーメラン残ってるで、もう圧倒的すぎる全開。余裕すぎる。ナイス展開。ちょっとね、チャット見たら、イーカスとかが外役突みたいなことをコメントしてて。今の突撃艦ね、そうなんだよね。厳密に言うとちょっと怪しいんだよね。まあ、しっかり罠がなかったんで、まあ、ガチガチにトラップで対策した時のみ今のは止まりますね。まあ、基本は大丈夫だけどっていう。で、しかも今のアタックガクのやつもね、前回のタイムが今2分14、2分4とね、同点の場合タイムとしてめっちゃいいですね。さあ、フリーズを置いて、一気のインビジブルター、これ勝手に起動しないのかな、入って。マス目が重なってたらこういう時って反応しちゃうんだよね、きっと。ビタ付けワンチャン強い説ないあ、ビタついてないよね、これ。1マス開けないでさ、タウンホールにビタ付けで、キングで勝手に発動しちゃうのってワンチャン強い説ない。まあ、キングにしか対応しないけどね、その場合。ビタ付けすると範囲ダメージでキングで起動すんのかな。でもフリーズかかってるからどっちにしろ投げないか。で、先に壊れてどうなんだろう。初数次第だな。タウンホール壊しきる前にインビジブルタワーのインビジブルが落ちるかどうかだな。落ちそう落ちちゃうかな。1で、4発ぐらいで多分落ちるっしょ。インビジブルタワーが入れ。1、2で落ちるか。ちょっとスケルトン置いたんですけど、フリーズ入っちゃったね。ここはそので、リカバリーのフリーズ入れつつ、いいウォールブレーカー。で、ここはルートライダーパート進めていきます。この手の配置はね、昔からある配置なんで、クイヒの動かし方だったり、シューターの動かし方、キングの使い方っていうのは非常にうまいですね。この人も15、14、もうちょい前かい。14の頃から結構名前は見る人なので、クイーン延命はもう捨てましたね。エアスイ吹かれてたのもあって、ちょっと延命はインビジブルしかできないタイミングだったので捨てていって、あとは呪文はロイちゃんに回す形かな。でヒーラーもスライドしつつ、入り側の12時の防衛説が残ることで、ロイヤルチャンピオンが戻っていきつつ、これ止まりそうだな、普通に。シューターの中身はホグとルートライダーなんですけど、さあロイヤルチャンピオンブーメランかましていって、インビジブルターがここです。事前に発動できるのはいいね。いや、止まんねえか。時間勝負だ。これ回収ユニットがいねえわ。ウィザードが地味ながらも回収をしつつ、12時側がほとんどユニットいないので、これ間に合わないっすね。12時の大砲とアーチャーターンのところを残るようなね、回し方しちゃったので、防衛説自体は全部壊せたんですけど、あとキングから待ってクイーンだいぶ待ってましたよね。あれ同時並行で進めるべきなので、さあ、カズマくん。
まあ、この環境、これはもう、だいぶ有利になりましたね。おお。レベルまでチェックできる。これ攻めてるとき、これ、長押しで見れるんだ。さあ、食い火動かしつつ、これも昔からある配置をタウンホール16バージョンに組み替えてって感じですね。迫撃砲のターゲットは特に取らず、もう、取れないまであるからね。ジャイアントぐらいでしかターゲット取れないからね。捨てていきましたね。さあ、ウィザード追加。ここはウォールブレーカーは、アーチャータワーの方をつけていって、やや左にクイーンを動かしつつの穴開けですね。あ、まあこれ延命したところでタイチクロスに打たれちゃうんだ。うん、ロケバル突っ走っていって、いろんな空罠を解除してくれました。さあ、いいガグですね。ウォールブレーカーも入れつつ。マルチャイチティがかかっちゃうところ。さあ、さっきのガーゴイルが通らなかったのを見て、今回はアチャを使ってアチャ処理を行っていきます。ホーミングチェック用のこれはガーゴイル投げましたね。ホーミングチェックっていうか、赤枠チェックのガーゴイルを今投げていきましたね。まあ、バルーンの体数がもう16体と少なくなってるので、バルーンは投げづらくなったのかな。さあ、レイジインビジブル、ポイズンタワーは受けてしまいましたが、タウンホールは先に落としたいので、結構苦しいかな。シューターはマルチじゃあマルチ IT の方もちょっとケアしてたんじゃないかな。どうだろう。ラバハウンドもしんどいっすね。この環境で、このタイミングでこれ当たるのは。まあ、クロークあるので、なんとか援軍処理まで行いつつ、トームはもう撃っちゃってるんで、残りはフリーズのみで延命していくような感じですね。まあ、下はもうクイーンに任せられますね。フリーズ一発撃てばクイーンで折れるので、上だけって感じ。もう一発あるんで、もう一回同じとこ撃つかな。他に撃つとこないんでね、もう。うん。そうですね。あとはロイヤルチャンピオンの能力が残ってるので、ご利用しで進めていきたい。さあ、ブーメラン圏内ですね。ちゃっかりこのアーチャータワーのターゲットを裏のスーパーバーバリアンで拾ってるのとかもね、タイミング完璧ですね。ロイヤルチャンピオンがターゲット受けないようにね、裏のタイミング見て、こういった細かいタイミングのタゲとかがね、かなり大きな差を生むゲームなので、めっちゃ大事ですね。呪文と関係ないところ。ナイス全開。対戦相手ラストアタック、まあ防衛であればもうほぼほぼ星1以外勝ちっていう状況が作れるようなアタックなので、対戦相手は全開必須ですね。なるほど。最近というかちょっと話題のやり方ですね。アーチャーをとりあえずいろんなとこ出しつつ、ロイヤルチャンピオンでまずは突っ込んでいきます。インビジブルと、ですね。さあ、レイジロイヤルチャンピオンとインビジブルを使っていくことで、事前にこの防衛説たちをたくさん取ってしまおうという戦術。しかもこれ、そうですね、フォックスがついてくれてるおかげで、インビジブルも強化されるというところ。で、フォックス強い。さあ、ここもインビジブル。このフォックスのインビジブルが切れるタイミング、オンなタイミング、オフのタイミングっていうのを見極めるのも大事ですね。さあ、ここギリギリインビジブル外れていく。さあ、ここで回収していきますが、もはやこれ、リターン、リターン持ってこないで使い捨てっていうのも強そうですよね。でも、ロイちゃん自体はやっぱり、ルートライダー編成において、ついてるかどうかは、火力大きな差ですからね。今、ロイヤルチャンピオン能力使いたくなかったですね。トルネードでだいぶ計算狂いましたかね。で、10日弊社9時からセットで、ルートライダー1機のレッツゴー。これ強いですね。で、ベビードラサイドカットで10日弊社の補助もしつつ、いいプランだ。ちょっとね、流れたところが、プラン崩れた要因かな。さあ、ポイズンは持ってきてないので、もうゴリ押し突破するしかないですね。タウンホール区画はフリーズ使いつつ、まあ、火力も当然高いので、キングの方はなんかノロノロしながら、でけえこいつ。さあ、ここからロイヤルチャンピオン登場、6時区画ですね。
スーパーバーバリアンでタゲを取りつつって感じです。しっかり防衛施設をケアしていきます。これ能力あるなしで相当この後の伸び変わってきますね。ロイちゃんこっから能力ないのは HP 回復もできないってことですからね。このレッドゲージを保たなきゃいけないというところで相当差になりますね。あと呪文もないので、もうクイーンは黒く打って巨爆入る。ギリギリですが耐えていって、ロイちゃんも突破ができて、クイーンはユニコーンついてるので、これ回復がされます。あとはもうスニゴブなんて絶対そこしか脱力でしょこれ。ウィザードの延命にもなったんだけど、これはウィズ島にも流し込むしかないですね、スニゴブは。防衛施設を壊すための、ここまで貯めたならそれしかないですね。ウィズ島の方をスニゴブでタンクして、クイーンHP ギリギリですが残っていってナイス全開。サラスアタック星3、61天才のラバル。91% がラインですね。とってもね、タウンホール16っぽい全開が生まれましたね。この配置はナビが使ってた配置じゃないの？もともと15で。それを若干アレンジ加わったりする？大砲を切ることで12時シューター通していこうというようなバルーンかな、これは。アーチャーでとりあえず、釣りつつ、スケルトンをウィザード処理。あとは迫撃砲のターゲットをうまいことかっさらうという形ですね。で、タイチクロスとマルチ IT を内側左サイド追っていきました。片側はキングかなんか流すかもしれないけど、バーバーチャが23なんでね。キングクイーン両方下から来ましたね。シューターのタイミングも、目を切るタイミングもちょっと加味してるかもしれないですね。ベビドラサイドカットからスケルトンストライカー。さあ、両サイドババーチャを展開して、左の迫撃ターゲット取るのねと。どっちの迫撃砲に行ってもいいような展開を取る形だったかな。でもこれはもう、この後の迫撃から攻撃受けてしまうのは仕方ないという感じなのかな。2発分受けてしまいました。いや、3発目入ったね、迫撃砲。反対サイドアーチャー使いますが、これはもう3発も受けてしまったので、しかもクイーンがちょっと怪しいな。これは怪しいな。タウンホールには向かわず。さあ、91% がラインですね。ここからどうリカバリーできるか。インビジブルタワーっていうのもあって、ちょっとめんどくさいですね、これは。さあ、3時からもラバルパートスタートしていきます。ここのリカバリー注目ですね。フリーズレイジートームをかけるんだけど、タウンホールをどういう展開でこれリカバリーしますかね。ロイヤルチャンピオンをある程度タウンホール周りに留めるような使い方になるのかな、これ。そうするとインビジブルタワーが発動したのを見て、大砲に対してバルーンをたくさん投げ込んでいき、フリーズを使ってバルーンをタウンホール近くに進めていく。さあ、これはバルーンしっかりタウンホールまで届きましたね。そうすると3時から進んでいた本体パートがタウンホールの影響を受けることなく、ここでロイヤルチャンピオンブーメラン。このリカバリーできる人ほとんどいないでしょう。さあ、ロイヤルチャンピオンとラバハウンドだけ残って、91% も超えているし、ロイヤルチャンピオンのみでこれは最後まで全開取れそうかな。マルチ IT からのテスラを追って、クランジョーのみと。このリカバリーえぐいっすね。これができんのは星3ぐらいじゃないの。ナイス全開。はい、というわけで終わりました。15対14ということで、マジであの1本なければ本当に時間勝負でしたね。時間に関しては、相手が一応全開になってないやつは時間切れ3分っていうことで時間いっぱい使ってるんですけど、基本的にはナビのメンバーの全開の方が短く済んでたところがあったので、時間差も結構差がついてるような形になります。とはいえ本当にやばいっすね、これ。もっと強いクランとガチガチに仕上がった現環境でバトったら本当に15対15になりそうだし、1本の防衛っていうのが今まで以上に本当に価値が高くなりますね。破壊率も本当これ1人の破壊率で決まっちゃうからな、これ。
14対14とかも結構ありそうだし、そうなるとマジで何%になるかってほんと大事ですね。はい。というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価お願いします。また次にお会いしましょう。さよなら。